あまりさ、ゴールデンウィーク満喫してる？霊夢か。くっちゃねを満喫してるよ。こんな時だから、ゆっくりするのも大事だね。ただ、家にいても楽しめるものはたくさんあるよ。へえ、どんなのがあるの？というわけで今回は、ゴールデンウィークを自宅で満喫する無料コンテンツ10選。お品書きはこんな感じだよ。随分、幅広いな。普段このチャンネルが扱っている哲学、文学、IT、そして音楽まで、全部無料で楽しめるものを集めたよ。前半5つは読み物系、後半5つは手や目や耳を使って実際に楽しめるものを紹介していくね。チャンネル登録もよろしくね。まずはじめは、思考実験と科学を学べるサイトを紹介するよ。今回紹介するサイトの URL は、すべて動画概要欄に貼ってあるから確認してみてね。サイト名は、哲学的な何か、あと科学とか。このサイトは史上最強の哲学入門や正義の教室など、初心者にもわかりやすく哲学を解説した本を書かれているヤムチャさんのサイトだよ。霊夢が笑いながら読んでた本だね。このサイトでは、哲学的ゾンビやクオリアの思考実験、二重スリット実験などの科学の面白い話を楽しく学ぶことができるよ。ヤムチャさんは専門的な話を、わかりやすく噛み砕いて説明してくれるから、ありがたいよね。このチャンネルの哲学動画もヤムチャさんのようなわかりやすい解説を目標にしてるよ。科学や哲学の思考実験に興味がある人は覗いてみてね。次は、分析哲学の名作を日本語で読めるサイトを紹介していくよ。主に英米圏で展開されている現代の哲学だね。紹介するのは、データベースエンジニアのミックさんのホームページだよ。このサイトでは、ノイラート、ラムゼイ、ラインバッハ、シュリック、ラッセル、ウィトゲンシュタインなどの名作をミックさんの日本語訳で読むことができるよ。普段、哲学に馴染みのない人には少し難しい本が多いかもしれないけど、ラッセルの哲学の諸問題や、ウィトゲンシュタインの青色本、倫理学講話あたりは、短時間で読めて前提知識なく読めるからおすすめかな。ラッセル、ウィトゲンシュタインの哲学については、過去に思考実験の動画で紹介しているので、ぜひそちらも見てみてね。ミックさんは、データベースや SQL の入門書も書かれていて、ウプ主も本業のシステムエンジニアとして、かなりお世話になったよ。エンジニアの人はこちらもチェックしてみてね。特に、情報処理技術者試験のデータベースが苦手という人は悩みが解決するよ。意外と哲学と IT って関係が深いんだね。情報科学が、20世紀の論理学の発展に合わせて出てきたという部分が大きいからね。次は、名著に出会えるサイトを紹介するよ。最初に紹介するのは読書ザルさんのブログ。このサイトでは、主に学問系の名著の書評や、学問的な調査方法について、いろんな事柄を学ぶことができるよ。特に、問題解決に焦点を当てた、図書館の活用方法や本の読み方については、社会人学生の方やビジネスマンの人にも参考になる部分が多いと思うよ。本や情報の探し方って、今の時代何をするにも大事だもんね。そして、次に松岡聖剛さんの千や千冊というサイトをおすすめするよ。このサイトはその名の通り、長年編集者として活躍してきた松岡聖剛さんが、1000冊以上の本について、詳細な書評を掲載されてるよ。ネット上で読めるものだと、これ以上詳細な書評はないと言っていいほど、内容が充実しているので、読んだことはないけど有名な本については、ここの書評を読んで、雰囲気を味わってみることをお勧めします。このお二人のサイトは、他の人の本棚を覗いているみたいで、見ているだけで楽しいね。そうだね。読書の世界を広げてくれる意味でもとても楽しい体験ができると思うよ。次は、文学を満喫できるサイトを紹介するね。まずは定番だけど、青空文庫。著作権が切れた、小説が多く収録されているよ。最近は、文庫本を中心に本屋やネット書店も品薄傾向が強いから助かるね。あと読むときは、専用のビューアーソフトをダウンロードして使うことをお勧めするよ。サイトで直接見ると読みにくい場合もあるしね。ビューアーは、好みのものでいいけど、ウプ主は、本物の本みたいな見た目の親父ビューアーを使っているよ。ちなみにこれはフリーソフトです。次に、ライトノベル作品を読みたい人には、小説家になろうというサイトがおすすめです。異世界転生ものとか、このサイトからデビューしている作家さんも多いよね。いろんな作品があるし、創作活動に興味がある人は、自分の作品を投稿してみるのも楽しいと思う。そして、このサイトもビューアーを使った方が読みやすいよ。スマホ用のものもあるけど、PC だとテキスト見るというソフトがおすすめだよ。ビューアーは、拡大機能があるのもありがたいね。せっかくのまとまった休みだから、話題の作品に触れてみるのもいいと思うよ。今回、紹介するのは、漫画家の菊池雄希さんが描かれた100日後に死ぬワニだよ。色々と話題になった作品だね。そうだね。
最終話公開直後に、映画化やグッズ販売の告知があって、それに対する批判もあるみたいだけど、作品自体に魅力がなければ話題にすらならないから、ぜひ、そういう評判に左右されずに、直接作品に触れてほしいと思うよ。このチャンネルが大切にしているのは、自分自身の目で世界を見て、自分自身で考えたり、感じることの喜びなんだ。前置きが長くなったけど、この作品は日めくり形式の短編漫画で、100日後に死ぬワニさんの日常が描かれる作品だよ。フリーターだったワニさんが、恋をして悩んだり、些細なことに笑ったり、自分がやりたかったプロゲーマーの世界に挑戦し始めたりする姿など、ストーリーも良かったな。イラストもほんのりしていて、好きな人はハマる作品だよね。Twitter で公開された作品だけど、1話から順番に読めるまとめサイトが、読みやすかったから、概要欄にはこのサイトの URL も載せておくね。それほど時間がかからずに読めるので、気になった人は楽しんでみてね。ここからは実際に手を動かしたり、目で見たり、聞いたりする体験型のコンテンツを紹介していくね。まず、ネットワークについて学べるコンテンツだよ。ネットワークか。難しそう。大丈夫、今回はエンジニアでなくても理解できるサイトを紹介するから、一般の人でも、ネットワークについての基礎的な事柄を理解しておくと、自宅でリモートワークをする時のちょっとしたトラブルを解決するのがとても楽になるよ。エンジニアを目指している人にとっては、ウェブサイトを作る時も、ウェブサービスのプログラミングをするにしても、ネットワークの知識は大事になるよ。今話題の AI を学ぶ時も、今の AI はネット上の膨大なデータを処理して、学習を行っていくものが多いから、必ず役に立つ知識だよ。なるほど、ネットワークの知識は役に立つんだね。今回紹介するのは、3分間ネットワーキングというサイトだよ。このサイトは、ネットワークについては素人のネットくんが、ネットワークに詳しいインター博士から、対話形式でネットワークの基礎を教わっていく内容になっているよ。対話形式はわかりやすいね。イラストも多いし。一つのテーマが3分間で読めるので、とても読みやすいよ。そもそもネットワークって何なのかに始まり、IP アドレスから DNS の仕組みまで、一通りインターネットの仕組みを理解できるようになっているから、休みの間にこのサイトでネットワークに詳しくなってみるのもいいんじゃないかな。次に、プログラミングの世界を誰でも楽しく学べるサイトを紹介するよ。今回紹介するのは、code.org というサイトだよ。このサイトでは、スクラッチという子供用プログラミング言語を使って、プログラミングを体験することができるよ。ブロックを並べたり、入れ替えたりしながら、簡単にプログラムが作れるから、小さなお子さんがいる方は一緒に遊んでみても楽しいと思うよ。面白そうだな。スクラッチ自体はプログラミング言語だから、何を作るのかを自分で考えないといけないんだけど、この code.org というサイトでは、アナと雪の女王やスターウォーズのキャラクターを、動かしたりするプログラムを指示に従って作っていくから、迷わずにプログラムを作ることができるよ。アナ雪とスターウォーズは小学生向けのコースだけど、もっと小さなお子さん用に、ブロックを引っ張るだけで遊べる簡単なコースも用意されているよ。本当に誰でも楽しめる内容になっているんだね。あと Facebook の創始者マーク・ザッカーバーグや Google のエンジニアたちが、プログラムの楽しさについて教えてくれる動画教材も豊富だから、大人も楽しめるよ。豪華な教師陣だな。スクラッチについては、すでに何本か動画を作成しているので、興味を持った人はそちらも見てみてね。次は、YouTuber っぽい内容だけど、初心者でもできる動画作成について、紹介するよ。そんな数日でできるの？動画作成というと難しそうなイメージがあるけれど、スマホ1台から始めることもできるよ。編集は？初心者でも簡単に操作できるソフトを2本紹介するね。まずは実写動画向けの無料編集ソフトブリューを紹介するよ。このソフトは、撮影した動画ファイルを読み込ませると、AI が自動でテロップを作成してくれるよ。すごく楽ちんだね。でも精度は？はっきりした発音なら、7から8割は正確にテロップを作成してくれるから、ゼロからテロップを入れるよりも数倍時間の節約になるよ。次に、この動画を作っているゆっくりムービーメーカー4を紹介するね。このソフトは、ゆっくり動画の作成はもちろんだけど、普通の実写動画の編集に必要な機能も一通り揃っているので、かなり優秀な編集ソフトだよ。MP4 形式の動画出力も単体で行えるようになっているので、無料のこのソフトだけで簡単に使える。実写系動画でも、ある程度の編集は可能なので、ぜひ試してみてね。そもそもだけど、ネタはどうするの？誰でも、自分にしかない経験とか、自分が得意なことがあると思うので、それを動画の形で公開してみるといろんな人の役に立つと思うよ。最初はカメラの前で話すのは大変だから、台本を作ってみるのがおすすめだよ。動画作りを始めて、新しく気づくこともとても多いので、興味を持った人は挑戦してみてね。
て、次は VR で博物館が満喫できるコンテンツを紹介するよ。VR？ VR ゴーグルか、普通のスマホ、PC があれば臨場感抜群の博物館見学ができるんだ。そんな画期的なコンテンツを提供してくれているのが、国立科学博物館だよ。すごいね。これなら家にいても楽しめるね。双葉鈴木流の骨格模型や、絶滅動物が、その場に行ったかのように、鮮明な立体画像で楽しむことができるよ。混雑や待ち時間もないから、思う存分、ゆっくりと見学することができるね。この試みは、宝塚市立文化芸術センターのサイトでも行われているから、そちらも見てみてね。そして最後は、音楽だよ。YouTube にはすでにいろんな音楽チャンネルがあるけれど、今回紹介したいのは、ビートルズの公式チャンネルザ・ビートルズだよ。ラブミーブから、レッド・イット・ビーまで、ビートルズの曲がほぼ全て聴くことができるよ。贅沢な内容だね。曲名がパッと出てこなくても、誰もが一度は聴いたことのある曲ばかりだから、この連休は、ビートルズを聴きながら、前半で取り上げた無料読書を楽しむのも良いんじゃないかな。今回は、すべて無料で楽しめるコンテンツをいろいろ紹介してみたけど、どうだった？多岐にわたっていて、どれから挑戦するか悩むね。ただ、こうやって紹介してもらうと、いろんな過ごし方ができそうだよ。みんなの自宅ゴールデンウィークを楽しくするのに役立てば嬉しいな。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのおすすめのゴールデンウィークの過ごし方も、ぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。なので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあ、またねー。